皆さんこんにちは、クラウディアと申します。今回の動画でなんで日本に引っ越した理由についてちょっと話したいと思います。まずはトータルで3年間ぐらい日本に住んでいました。私は去年の9月に東京に引っ越して、東京の前に関西の京都と大阪に住んでいました。でもどうやって日本に行ったについてちょっと詳しく話したいと思います。私は子供の時ハンガリーでたまに日本のアニメならポケモンとかヴァンパイアナイトとか見たことがあるんですけど、そんなに詳しく日本の文化あまり知らなくて、日本の文化に興味があった時代は多分高校の頃、アニメなら音楽ならそんなに知っていませんでしたけど、言葉は素晴らしいと思いました。理由は書き方はヨーロッパ出身としてヨーロッパの言葉の中でみんなラテンアルファベットを使ってるんですけど、日本語の書き方は全然違いますから、日本語ができる外国人はかっこいいと思いましたね。私は高校の時英語とイタリア語を勉強していました。高校から卒業する前に大学のために何が専攻した方がいいの時、正直に言ったら日本語勉強してみたいと思ってたんですけど、ハンガリーは結構小さい国で、ハンガリーに住んでる日本人も結構少なくて、日本学から卒業したらどんな仕事できるかちょっとわからなくて翻訳者みたい。こういう理由でまずイタリア語を選びました。4年間ぐらい勉強したこともありますし、14歳の時イタリアのシチリアでもホームステイもやったこともありましたし、だからイタリア学を専攻するといいチョイスだと思いました。結構リアリスティックなプランだったと思ってたんですけど、イタリア学好きじゃなかったです授業はあまり楽しむことができませんでした。イタリア語の授業を受けていたとずっと日本学を専攻したいの考え方がずっとあって、だから2017年にエーテ大学の日本学応募してみました。ハンガリーってさ、日本学ってブダペストだけで勉強できます。私はエーテに応募してみて、日本学以外韓国学も専攻していました。進学できましたので、本当にめちゃくちゃ嬉しくて、やっぱり日本語が勉強できる可能性があったと、本当に嬉しかったです。進学ができた時、大学からこういうスマホにお知らせのメッセージも来て、私はこのメッセージをもらったと、ふるさとであるカフェでバイトをやってて、時レジにお客様が来てメッセージが来て、大学からお客様の前に私は泣きました。めっちゃすごく嬉しかったですから。でも long story short、 日本学に進学できて、ずっと本当に一生懸命日本語を勉強して、日本語以外日本文化に関する授業も受けていました。例えば歴史、言語学、文学、他のアジアの国々の文化も、例えば韓国、中国、チベット、モンゴリアとかについての文化も結構学んでいました。でもハンガリーはさっき言ってさ、結構小さい国で、時ハンガリーに住んでる日本人の数も結構少なくて、だから日本語の授業以外日本語ができる可能性も足りなかったと思いました。時やっぱり日本語が上手になりたいと、一番いいチョイスは日本に行くと思いました。こういう短期大学のプログラムのパンフレットも見つけました。東京大学でフィンランド人とハンガリー人と日本人との研究の短期プログラムでした。私と私の5人ぐらいの友達も応募してみて、みんなできたので、初日本の経験は2018年になりました。
3週間ぐらい東京大学で研究者として勉強して研究を行っていた以外日本語の授業も受けていました。やっぱり本当に楽しかったです。ハンガリーに行ったこと方があるかどうかちょっとわからないですけど、やっぱりブダペストと東京は全然違って、初めてアジアに行って初日本の経験としてこういう街もあるんだと思いました。高いビルも多くて人も本当に多くて、一回今度ここに住んでみたいなと思いました。この3週間の短期プログラムが終わった後、皆さんと一緒にハンガリーに戻って私は2年生になりました。もう一回本当に日本に住んでみたいと思って、でも東京以外ちょっと南方関西の生活も経験してみたいと思ってたので、京都の立命館大学に応募してみました。立命館大学にもこの留学生のプログラムにも進学できたので、もう一回すごく嬉しくてやっぱり日本に戻れると思っててOh my god、 はい、日本にもう一回行けました。このお知らせももらった時もう一回泣きました、はい、でも怖い気持ちもありました。正直に言ったら20歳の時1年間日本に住める可能性でしたので、1年間私のふるさとから遠く住んでるのはちょっと怖くて、知り合いも全然いなくて、本当に全然いなくて、京都に引っ越す前に私は多分1ヶ月間ぐらい毎日お腹も痛くてストレスのせいで、引っ越す前の1週間ぐらい毎日泣いてて、本当に怖かったです。でも京都に着いてこれは京都だもうかけて、このストレスは飛びました。この表現も日本語で言えるかどうかちょっとわからないですけど、ハンガリー語でストレスがなくなった時、ストレスが飛んだの表現も言えて、日本語で言わないと、申し訳ございません。でもストレスが飛んで京都である寮に引っ越して、いろいろな新しい留学生と出会って、1年が結構長い時間ですけど、この1年間は私に1ヶ月間ぐらい気がしてた。本当に楽しかったですから、京都に引っ越しする前に性格は結構シャイな人のタイプだって、この20歳の時私は一人でこの海外の生活が経験できたのおかげで、私の性格も少し変わったと思いました。もっと勇気と自信が上がって、だからこの1年間は私に本当に大切な頃でしたね。この時2020年の時新型コロナウイルスのやばいやつも始まって、ハンガリーに帰国した後3年生になって、でもコロナのせいで学期はずっとオンラインになったので、私はずっと家から授業に参加しました。ずっと日本に戻りたいと思ってて、でも新型コロナウイルスに対して厳しいルールが結構多くて、やっぱりコロナの時日本に行けない状態になったので、日本の代わりに私は韓国のソウルに引っ越しました。留学生として韓国で留学してた時4ヶ月間ぐらいソウルにいましたね。もう一回本当に日本に行ってみたいの考え方がありましたので、大学院のためにもう一回日本に住んでみたいと思いました。3年生の頃時、日本の会社にも勤めてみると思いましたので、仕事ができるために日本の大学から卒業するとメリットだと思いましたので、こういう理由でもう一回日本に住んでみたいと思いました。大学院のために。正直に言ったら東京で働いてみたいと思ってたので、でも大学のために
ちょっともう一回関西に戻りたいと思いました。京都大学の経済学研究科に応募してみました。兄弟で進学できた大学院はこういうなんか国際的なプログラムになりましたので、全部の授業は英語になりました。経済に関する授業も受けて、ちょっと IT に関する授業も受けて、例えばプログラミングとか人工知能とマシンラーニングの授業も受けていました、英語で。あまり理解できなかったですけど、この大学院の時、日本で働いてみたいと思ってたので、最後の学期に就活動もやりました。就活動に関するなんか経験として結構長い話になりますから、もしかして興味がある方いたら次の動画の時就活について話したいと思います。はい、この就活動の時にも仕事ができて、2023年の10月から入社になる状態になりました。最後の学期の時、京都から少し大阪に引っ越しました。別に理由がなかったんですけど、京都が大好きで、でももう2年半年間ぐらい住んでたことがあったので、東京に引っ越す前にちょっと新しい環境も経験してみたいと思ってたんですから、ちょっと大阪住みになりたいと思いました。9月に大阪から東京に引っ越して、10月に東京である社会人になりました。私の仕事は今ビジネスコンサルタントです。日本の会社で働いてるんですけど、日本語と英語を使いながら働いてる仕事をしてます。はい、これはなんで日本に引っ越したの話になりました。もしかしてこの私の話の中でもっとなんか興味がある部分がとかあったらコメントを書いてて、もっと詳しく聞きたいと言ってください。なんかこの動画は楽しかったと思ってる方からチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあごめんなさい。なんかブレスもあまり出ないです。ずっと話していましたからけど、じゃあありがとうございました。